皆さん、こんにちは。先日、1年半ぶりぐらいにね、YouTube ライブをしまして、たくさんね、の方に見ていただいてね、たくさん質問をね、もらいました。ありがとうございました。で、その中のね、質問で、をね、ちょっと今日1個ね、紹介して、で、ちょっとね、この、チャット GPT っていうね、ちょっと俺これね、衝撃を受けたんで、このね、これについてちょっとね、動画をね、アップしようかなと思いますんで、楽しんでください。その質問っていうのが、ベースを始めたばかりの、初心者です。正直ジェームス・ジェマーソンの凄さが分かりません。何がすごいんでしょうかっていうね、質問が、YouTube ライブで来たんですよ。でね、僕これなんかちょっとうまく説明できなくて、っていうのね、やっぱりね、その今の時代に比べると、そのやっぱりもうめちゃくちゃ速い、何やってるか分かんないよ、スラップとかタッピングとかね、もうベースだけですごいサーカスのようなことをやってる、すげえってなるようなベーシストとは違うじゃないですか。僕がなんかこうでジェマーソンほんとすごいっていうのって初心者の方にはすごい伝わりづらいっていうか、例えばジャズをね、あの時代にポップスに持ち込んで、それが今の時代でもそれがもう音楽に多大な影響を与えているとかね、このコードに対してこの音使うんだ、コードとコードのつなぎ目のパッシングノートがとかね、なんかこうゴムまりのようなグルーヴ感がとかね、なかなかこう伝わりづらい、のがあって、ちょっとなんかね、質問に答えるのが難しかったんですけど、でね、そのライブ配信を見てくださってて、で最近ね YouTube、僕のメンバーシップに入ってくださった、IT 業界にね勤めてる、方からね、ディスコードねやってるんですけど、僕はメンバーシップでディスコードでねメッセージをもらいまして、これがねめちゃくちゃ面白かったんで、ちょっと今日紹介してね、ちょっと遊ぼうかなと思ってるんですけど、じゃあそのメッセージをねまずちょっと読んでみますね。話題の、チャット GPT に、先日多田さんがやや回答に悩まされていた、以下の質問をしてみました。質問の仕方に、工夫が足りないのかまだまだな印象ですが、個人的に面白かったので共有します。ありがとうございますね、こんなことをして、ね、くれてね。で質問ね、モータウンのベーシスト、ジェームス・ジェマーソンについて、双方はそんなに難解ではない、一体何がすごかったのかと、難解なんですけどね、モータウンを知らない世代の若者から質問を受けました。あなたはプロのベーシストです。ジェームス・ジェマーソンの革新性、凄さについて、高校生でも分かるように回答してください。この質問素晴らしいですよね。もう高校生でも分かるように回答しろと。そしたらね、チャット GPT の回答が、ジェームス・ジェマーソンはモータウンレコードのベーシストとして知られる音楽史に残る偉大なベーシストの一人です。もう出だしがもう秀逸ですよね。彼の奏法の革新性はその時代の他のベーシストと比べて圧倒的でした。以下はジェームス・ジェマーソンが、なぜ偉大であるかいくつかのポイントですってね、これ4つ挙げてくれてるんですけど、このね、チャット GPT AI がまずはね、1、グルーヴ感。ジェマーソンは音楽のグルーヴ感を生み出すために独特のフィンガリングテクニックを使用しました。彼は右手の、親指を使用して弦を弾いたりかすれたりすることで、非常に深いグルーヴ感を生み出しました。右手の親指ね、ちょっと惜しいですよね。でもジェマーソンサウンド出すには右手の親指でこっちミュートしながらやるっていうのが今主流なんで、それはなんかわかる。本人は人差し指でフックしてたんであれですけど、それによって非常に深いグルーヴ感を生み出しました。で、ラインの複雑さ。ジェマーソンは非常に複雑なベースラインを作り出すことで有名でした。彼はさまざまなスケールやコード進行を駆使して音楽に深みを与えました。いい言葉ですね。音楽に深みを与えました。彼のラインは時にメロディーラインとしても機能し、曲全体を引き締める役割を果たしています。なかなかそうですよね。さっき言ったようなコードに対してこのスケールを使うとかね、なんか多分ね、その当時って割と1度3度5度だったんですよ、ベーシストってやることって言ったらね、全部が全部じゃないですけど定番ではね、いわゆる1度と5度とか1度と3度5度、ね、ポップスにおけるベースライン、それをジェマーソンがこうジャズの、もうスケールだったりそういう自由なね、こうフレージングをやって音楽に深みを与えました。それが今でもポップスに影響している。これは僕が言いたかったことです。でフィルインの巧みさ。ジェマーソンは曲の中で起こる微妙な変化に対応するためにフィルインを巧みに使いました。彼のフィルインは曲のリズムに対して非常に正確で緻密なものでした。
すごいですね。曲の中で起こる微妙な変化に対応するためにフィルインを巧みに使うっていうね。なるほど、そういう説明があるのか。で、タッチの繊細さ、ジェマーソンは非常に繊細なタッチを持っていました。彼は指の押さえ方や弦を弾く角度を微調整することで音の表情やニュアンスを細かくコントロールしました。すごいこと知ってますよね。多分これも表面的にはね言われてないんですけど、それはもうどのベーシストでも絶対に自分の出したい音に向かってタッチっていうのを角度とかね、力とか微調整してるんで、これも合ってると思うんですよね。すげえと思って。でこれらの要素が全て組み合わせるされることで、ジェームス・ジェマーソンの奏法は単なるベースラインの演奏というレベルをはるかに超えたものとなり、彼の音楽性とテクニックの高さが示されました。彼の音楽性はモータウンサウンドの象徴となり、多くのアーティストやベーシストに大きな影響を与えていますっていうね。拍手物ですよこれ。最後のまとめがもう秀逸すぎる。そうで、これをね見て、俺チャット GPT ってなんかね、朝のなんかこう情報番組でなんかやってたなみたいな、そういうぐらいの知識しかなくて、 AI っていうのは分かるんですけど、こんなに具体的に答えてくれるんやと思って、でこのね、IT 業界に勤めてらっしゃる方からこれ面白いですよっつって、なんかこう YouTube とかでやってみたら面白いんじゃないですかって言われて、ちょっとなんかこれ面白いなと思ってやってみようかなと思って、ちょっと今日はその、チャット GPT にね、僕から質問をね投げかけてみようかなと思います。じゃあね、ちょっとやってみましょうよ。はい、じゃあね、チャット GPT にログインしました。これがそうなんですけど、で英語版の方がなんか精度が高いっていうふうにねおっしゃってたんで、ちょっと英語版でねやってみようかなと思います。で日本語で、投げかけて、いいみたいなんで、日本語で質問したら日本語で返ってくるみたいなんで、ちょっとこれでね日本語で質問してみます。じゃあ一つ目の質問もう決めてるんですよ。ベースが上手い人の、共通点は、何か。ベースが上手い人の共通点は何かっていうね、ちょっとこの質問を聞いてみましょう。なんて答えてくれるか。レッツゴー。ベースの上手い人の共通点はいくつかありますが、以下のような特徴が挙げられます。リズム感が優れている。ベースはバンドやアンサンブルの中でリズムを担当することが多く、その役割を果たすためにリズム感が非常に重要です。ベースが上手い人は安定したグルーヴ感やタイミングの正確さを持って演奏します。なるほど。シンプルで的確なプレイ。ベースは音数を多く弾く必要がなく、シンプルで的確なプレイが求められます。上手いベーシストは余計な音を弾かず、必要な音を的確に演奏することができます。これはもう超玄人の答えですよね。柔軟性がある。ベースはバンドの中でさまざまな役割を果たすことがあります。例えばメロディーを担当したり、リズムを強調したりすることがあります。上手いベーシストはその時々に必要なプレーを柔軟に行い、バンドの演奏をサポートすることがあります。なるほど、そうですよね。でイメージ通りにプレイする。曲のイメージや雰囲気に合わせたプレイが求められることがあります。上手いベーシストや曲の雰囲気やアレンジに合わせて適切な音色やプレイを選び、曲の表現力を高めることができます。すごいね、次元の高いことを求めてますよねこれ。うまいレベルが。でテクニックが優れている。ベースはテクニックが必要な楽器の一つです。うまいベーシストは高速なフレーズや複雑なリズムを演奏するための、テクニックを持っています。以上のような特徴がベースの上手い人に共通して見られることがあります。ただしそれぞれのベーシストが持っている個性やスタイルもまた彼らの魅力の一つとなってます。すごい。なるほど。 AI が言うベースが上手い人の共通点は今のところねこの5個が出てきたっていうので、でもかなりね的を得てるんじゃないかな。なんかこうね、余計な音を弾かず必要な音を的確に演奏すると言っておきながら、やっぱテクニックもね必要。うまいベーシストはもう複雑なリズムを演奏することもできるし、でイメージ通りにプレイするってね、このめちゃくちゃ境地のようなことを言ってくれてるし、リズム感ね、グルーヴ感、すごく、これは確かにベーシストに大事な、ことだなと思います。面白いですね。じゃあちょっとね、もう一つこれね僕、前の YouTube ライブの時に僕もね質問もらったことなんですけど、ベーシストにおすすめの名盤は、
ベーシストにおすすめの名盤は、これちょっと聞いてみましょう。はい。ベーシストにおすすめの名盤はたくさんありますが、以下に、いくつか挙げてみます。ジャコ・パストリアス、ジャコ・パストリアスの肖像ですよね、これ。ジャコ・パストリアスのセルフタイトルのアルバムは、ベース奏者としての彼の才能を存分に発揮した代表作の一つです。技巧的な演奏と独創的なアプローチが特徴で、ベーシストにとってはもう必聴のアルバムとなってます。間違いないかもね。ヘッドハンターズ、ハービー・ハンコック。ヘッドハンターズはフュージョン、ジャズフュージョンの代表的なアルバムの一つです。ベーシストのポール・ジャクソンのプレイも、印象的でグルーヴ感あふれる演奏が楽しめます。ポール・ジャクソンのヘッドハンターズのベースは確かに最高ですね。グルーヴ感で、ラブ、シュプリーム by ジョン・コルトレーン。ジョン・コルトレーンの至上の愛はジャズの名盤として知られています。ベーシストのジミー・ギャリソンのプレイはコルトレーンのテナーサックスとの息の合った演奏が印象的です。これ俺聞いたことないですけど、Songs in the Key of Life by スティービー・ワンダー。スティービー・ワンダーの人生の扉としても知られる Songs in the Key of Life はソウル・ポップの傑作アルバムの一つです。ベース奏者の、ナサニエル・フィリップスのプレイはアルバム全体のグルーヴ感を支えてます。ちょっとこれは合ってるか分かんないですよ。ナサニエル・フィリップスっていう方がベース弾いてるんですかね。で、アビー・ロード。ビートルズ。ザ・ビートルズのアビー・ロードは彼らの代表作の一つとして知られています。ポール・マッカートニーのベースプレイはこのアルバムでも重要な役割を果たしています。そうですよね。サムシングとか、最高ですもんね。カム・トゥゲーザーとかね。アビー・ロード。紹介してくれました。以上のようにさまざまなジャンルや、アーティストのアルバムがベーシストにとってもおすすめの、名盤となってます。なるほど、素晴らしい。俺じゃあこのあと最後に俺の自分の AI じゃなくておすすめのアルバムもちょっと紹介しようかなと思います。それとちょっと比べてみてください。ちょっとまだねちょっと質問したいことがあるんですよ。じゃあこれおすすめのベースを教えて。ベースをお探しであれば一家にいくつかのおすすめを挙げてみます。なんかすごいですね。なんか怒んないんですね。こうどんどん質問してもどんどん答えてくれる感じが。フェンダープレシジョンベース、フェンダー社が1951年に発売した初めてのエレクトリックベースで、長年にわたりロック、ジャズ、ファンクなどの多様なジャンルで使用されています。そのクラシックなデザインや特徴的なサウンドは多くのプレイヤーに愛されています。俺も好きです。スティングレイですね。1976年に発売されたスティングレイは、バスプレイヤーに高い人気を誇るモデルです。サウンドの明瞭さや演奏性の高さが特徴で、スラップ奏法をするプレイヤーにもおすすめです。そうですよね。スティングレイのスラップの音っていうのは本当にこうレッジのフリーだったり、もう本当になんて言うんだろう、イメージありますよね。かっこいい音がするっていう。リッケンバッカー社が1960年代に発売した4003はその独特なフォルムとサウンドで多くのプレイヤーに愛されています。ベースラインのメロディアスさやトレブルの伸びやかさが特徴で、ロックやポップスなど幅広いジャンルで使用されています。素晴らしい。そうですよね。メロディックに弾いてもすごく音が伸びやかで、なんかこうトレブルのなんかこうきらびやかさとかなんかちょっと合ってるかも。アイバニーズの SR シリーズ。アイバニーズ社の SR シリーズは軽量で快適なプレイフィールと高音域の伸びやかなサウンドが特徴的なベースです。エレクトロニックの機能も豊富で幅広いジャンルで使用されています。このいわゆるつまみってことかな。サーキットってことですよね。で、ヤマハの BB シリーズ。ヤマハ社の BB シリーズはプロフェッショナルから初心者まで幅広く愛用されるベースの一つです。豊かなローエンドと明瞭なハイエンドを兼ね備えたサウンドが特徴で、多様な演奏スタイルに対応できます。素晴らしいですね、このおすすめ具合。ジャズベじゃなくてプレベを推してるってね。で、あとスティングレイと4003とアイバニーズと BB、 結構2なところ来てますよこれ。以上のようにさまざまなメーカーのベースがありますが、ご自身の演奏スタイルや好みに合ったベースを選ぶことが大切です。もう秀逸ですね、それは間違いない。じゃあね、ちょっとね一個最後に、この好みにね、好きな好みとか演奏スタイルによって異なるって言ってるんで、じゃあ僕もねこの前のね
YouTube ライブでね質問されてね、おすすめのベース弦を教えてください。おすすめのベース弦を教えてください。ロックが好きです。いきましょう。お、すごい。これはなかなかのアドバイスですね。ちょっと読んでいきますね。ロック向けのおすすめのベース弦をいくつか紹介します。アーニーボール、レギュラースリンキー、ロック、ハードロック、メタル、パンク、オルタナティブなど様々なジャンルに対応することができる定番のベース弦です。音が明るくしっかりとした低音を出すことができます。ダダリオの XL ニッケルワウンド、ロックやメタルの分野で使われることが多い信頼性の高いベース弦です。耐久性があり音が豊かでビッグでパワフルなサウンドを出すことができます。 DR のハイビーム、ビッグで明るく、攻撃的なサウンドが特徴的なベース弦です。ロックやメタル、ハードコア、パンク、フュージョンなど幅広いジャンルに対応することができます。ロトサウンド、スイングベース、ロック、メタル、パンクなど様々なジャンルで使われることが多い伝統的なベース弦です。耐久性がありパンチのある音色を出すことができます。ガスのねブーマーですね。ロックやハードロック、メタル、パンクなどの分野で人気があるビッグでパワフルなサウンドを出すことができるベース弦です。弦が伸びにくく耐久性に優れています。以上、いくつかのロック向けのおすすめのベース弦を紹介しましたが、個人的な好みや演奏スタイルによって異なるので、いくつか試して自分に合ったものを選ぶことをおすすめします。素晴らしいですね。このビッグっていうのはなんかこう音の表現で初めて聞いたんですけど、これビッグでパワフルなサウンドでもなんかイメージつく。なるほど、すごいですね。なんかね、面白いですね。単純に面白いこれなんかこう AI 使って僕がね何かこのチャット GPT を使って何かできるかって言ったら、ちょっと今のところこんなくだらない質問して楽しむことしかできないんですけど、そのねIT に勤めていらっしゃる方はもう今 IT 業界ではすごくこれが騒がれてて、同時にやばいと思ってるっていうね、例えば IT コンサルとか SE とかですよね。プログラムを打つ人とかってもうこれをプログラム打ってっつったらバーってこれが打ってくれるらしいし、コンサルも多分こういうホームページ作りたくてこういう企業なんだけどどういう風にしてこれをもう作ってっつったらこれが勝手に作ってくれるような風になってるらしいんですよ。でこれは1個前の、チャット GPT らしいんですけど、またなんか今ね最新バージョンが出てて、もうそれのバージョンだったらなんかもう弁護士の資格も受かるぐらい、しかもトップクラスで受かるぐらいの頭の良さがあるらしくて、すごいらしいですよ。だからこれもそのバージョン一番新しいやつで聞いたらよりなんかこうちょっとなんかなんだろうね、ちょっとってなるところがなくなってるかもしれないし、なんならね、こういうベーシストが好きなんだけどこの曲にこういうベース入れてピッてやったら1秒ぐらいでベースそれっぽいベース入れてくれるようになったりとかしたらやべえなってねね、そういう風になる、ね、時代が来るかもしれないんですけど、現にやべえなって思うのもあるらしくて、やっぱり大学のね論文とかもうこれでやったやつをそのまま出したりとか、うん、結構そういうので良くないっていう風に、ね、なったりとか、例えばこの写真でこの人どこにおるか具体的に教えてって言ったら、なんか太陽の位置とか影のなんとかとかで AI がここにいるみたいなとかできるらしいんですよね今。だからもうなんかすごい時代になってるなと思って、で現にねイタリアではもうこれなんかちょっと今使用禁止になったりとかしたりとかしてるらしくて、僕が昨日初めてねそれを教えてもらってやって、こういう風にちょっと今質問して、まあこれもすごいなと思ったんですけど、まあこのね AI の時代っていうのがねやっぱ来てるんでしょうね。絵とかね、絵描きさんとか大変ですよ。もう似顔絵とか1秒ぐらいで描いてくるらしいんで、まあなんかね、そういう意味ではなんかこう自分は
ぱもう人間力をつけるしかないなというね、もう無理やりこじつけてますけど AI から学ぶことっていう、それによって仕事が失われないためにはもう人間、もういかに自分の僕はベーシストなんであれですけど、いかに自分のベースに人間臭さっていうか自分っていうものをね出せるようにやっていかないと、もう正確なベースとかだと仕事がなくなる日が来るかもしれない。なので、もういろんなところに行って、もう家族を大事にしてちょっといろんな経験をしてね、練習、一番はね練習ですけど、 AI 君にも言われますけどね、一番練習ってね、ベース上手くなる、ベースを上手くなる、ベースが、うまくなるにはこうやってね、なんかこんな質問してね、ベースが上手くなるためには以下のような方法があります。練習を継続する、ベースを上手くなるためには定期的かつ継続的な練習が必要です。毎日少しずつでも練習し、徐々にレベルアップしていくことが大切です。基礎をマスターする、ベースを弾く上で、ね、基礎となるテクニックや理論とかね、聞き取り能力を鍛えるとかね、もう大事ですね。適切な練習方法を学ぶ、これも大事ですよね。目的に合った間違ってない練習法というかね、さまざまな音楽に触れる。ベースはさまざまなジャンルの音楽に合わせて演奏されます。さまざまな音楽に触れることで自分の演奏スタイルを広げ、表現力を高めることができます。以上のような、方法を取り入れ、継続的な努力をしていくことでベースが上手くなることができます。はい、ベースを練習しようかなと思いますんで、今日はねこんな感じで、動画を撮ってみました。なんかね面白かったんで、皆さんもねぜひ、ちょっと試して見てください。何かの、参考になったら、幸いです。でもすごいこの AI 君いいこと言ってるんで、俺も勉強になりました。そんな感じでね、また何か面白いことがあったら、動画にしようかなと思いますんで、最後まで見てくださってありがとうございました。じゃあ